いい整骨院の見極め方、これはね、整骨院の経営者の堀先生に聞いていこうと思ってるんですけども、汚いままほったらかしにしてるような先生っていうのは人の体を見るに値しないぐらいの注意力だと思ってます。そうです。集客したいからいろんなことを歌いすぎてるので自信がないことの表れなんです。その先生とその患者さんとの関係性が構築できてる人がいいんなんですよ。はい、こんばんは、川島です。今回もですね、堀先生の G ベースにはい、覚えていただきましたね。そうなんですよ、はい、G ベース。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日はいい整骨院と、悪い整骨院といったらあれですけど、いい整骨院の見極め方、これはね、整骨院の経営者の堀先生に聞いていこうと思ってるんですけども、実際にやっぱりね、いい整骨院と、ちょっといまいちなね、整骨院っていうのは本当にもういろいろね、やっぱりあるわけですよね。ありますね。なので今回は皆さんにそんなね、整骨院をどう見極めていけばいいのか、これをね、皆さんに覚えて帰ってもらおうかなと思っております。はい、では早速やっていきましょう。よろしくお願いします。でまずじゃあ1つ目なんですけども、はい、何がまず一番大事ですか？まずですね、外側から見たときに、はい、やっぱ外観って大事ですよ。大事ですね。はい、外観って、絶対汚いのはダメですよね。そもそもですね。そもそも、なんで汚いのあかんかって言ったら、私たちってやっぱり人の体を隅々まで見ていかないといけないのに、そういうようなことを見れる人っていうのは外観の雰囲気が絶対見えるはずなんですよ。汚いままほったらかしにしてるような先生っていうのは人の体を見るに値しないぐらいの注意力だと思ってます。そうですね。僕から言わせてもらうと、建物とか入ってる場所にお金かけれないってことは、それなりの資金力ってことなんですね。で、しかし資金力を持ってないってことは、結局直せてないし、可能性が高いんですね。なるほど。なので僕はその資金力を見てますね、やっぱり。確かにおっしゃる通りです。あとはやっぱりですね、今ってもう整骨院とかってめちゃくちゃ多いんで、いっぱいお客さん集めたいんですよ。集めたい。だからなんか外側に専門性をいっぱい歌いすぎてるんですよね。なんか骨盤矯正がとか、猫背を直すとか、なんか交通事故も直すとか、何が専門性かわからないんですよ。確かにこれは絶対ダメですわ。結構最近増えましたもんね。その整骨院だけど、骨盤矯正やってます、三骨盤矯正もやってますし、歩行矯正もやってますしみたいな感じがね、結構増えましたもんね。で、交通事故もやってます、いろいろやってますっていう、何でも来てくださいって感じが多いから、その辺は結構 NG ですごいゴッドハンドっていうのはね、一個の主義だけを特化してやる人って結構ねいるんですよ。なので幅広くやるんじゃなくて、実は1個だけ強い人の方が実はうまかったりするんで、そういうのはね、チェックポイントですね。もう本当そうですよね。専門性ってだって自信があるから言うだけのことなのに、集客したいからいろんなことを歌いすぎてるんで、自信がないことの表れなんです。やっぱそうですね。あと次に、やっぱりね、料金ですね。料金は正直安すぎはダメですね。それはいくらぐらいが安いのかな。だって整骨院って例えばワンコイン整骨院とかってまだあるじゃないですか。めっちゃ置いてますよ。100円とか500円とか。ね。こんなんありえないですよ。やっぱそうなんですね。だっていい商品を提供しようと思ったら、そんな金額で提供できるわけがないんですよ。やっぱそうなんですよ、結局ね。大体治療の技術っていろんなところに学びに行くわけじゃないですか。川島さんだって私だって多分いっぱい勉強会に行きましたよね。たくさんのお金をそこで使ったわけじゃないですか。使いました。1000万使ってます。そうですよね。でそんな技術を持って帰ってるのに100円とか500円でやってたら成り立つわけがないんですよ。高いところもあると思いますけど、安すぎの整骨院っていうのは気をつけてもらった方がいいと思いますね。意外とそうなんですね。本当にこう見てる人は多分整骨院イコール500円とか1000円以下で受けれるってことを多分イメージしてると思うんで、多分みんなびっくりしてると思いますよ。いや、安いのはね、患者さんのね、懐にはいいかもしれないんですけど、体には良くないんですよ。気をつけてください。安ければいいってわけじゃないという時代ですね。次行きましょう。あとはね、やっぱりですけども、まだ今の整骨院たくさんあるんですけど、問診をしない先生がたくさんまでいらっしゃるんですね。問診をしない先生。何分ぐらいが問診がしないですか？いや僕はやっぱり初めて来る患者さんなので、やっぱりしっかりと患者さんの過去のいろいろなスポーツ歴とか、起用歴とか調べないといけないじゃないですか。で現状の問題とか今の生活で悩んでいることとかを聞き出すのには、最低ですけど30分必要ですね。30分。いや
そうですよ。整骨院そんな使うんですか？整骨院使いますよ。僕ら整体院なんで、まあぶっちゃけ30分ぐらい使うんですよ。ああ、やっぱりね。整骨院の僕イメージってやっぱ基本5分とか3分とか1分ぐらいのレベルの問診と思ってました。実際あるんですよ。肩が凝ってるからちょっとお願いします。あ、こう触って、あ、凝ってるね。あ、じゃあ行きましょうか。こんなんで分かるわけないじゃないですか。ですよね。まだ未だにそういう整骨院があるんで、そういうような整骨院は入ってみてやばいなと思ったら、ちょっとお腹が痛いとかって言ってそのまま店から出てください。ああ、やっぱそのレベルなんですね。そのレベルですね。やっぱりこう入ってみて、問診がめちゃめちゃ短かったり、全然話聞いてくれないとか、体をねしっかり見てくれる時間がないってところは、適当にとりあえず揉んで、数をこなす整骨院の可能性が高いというですね。そうですね。はい。あとはですね、これは当たり前なんですけども、先生の見た目ですよね。あ、見た目ね。はい。もうね、体のことのプロなのに、先生が不健康そうだったら絶対ダメですよね。で、僕はもう絶対太っている先生はあんまり良くないと思ってるんですよ。あ、確かに。あとあれもないですか、先生が若い。ああ、若すぎるのはちょっとダメじゃないですか。体の勉強って正直、めちゃくちゃ勉強してもやっぱり何年もかかりますよね。かかります。一生懸命1年間やったとしても、なかなかやっぱり知識だけ入れてもダメですし、やっぱり経験っていうようなことをしていかないと伸びていかないですから。僕もちょっと若いですけどね、全然。いやでも川島さんはもう17歳からやってるんでしょ。僕は長いからですね、割と。ただ、一概にね、若いからダメとは言えないけども、統計的には若いすぎるといまいちな先生も多いので、それも要注意というところですね。もう臨床経験はやっぱり最低5年はあった方がいいと思いますけどね。そうですね。あとはですね、ホームページについては未だにないところがあるんですけど。あるんですね。こんなん飽きませんよ。だってね、やっぱり患者さんに自分のことを伝えないといけないのに、それすらもできてないような先生っていうのはもうわけわからんし、もう言ったら怖いですわ。電話だってそうじゃないですか。携帯番号を使っておられるようなところもあるじゃないですか。これはやっぱりね、整骨院ではないですよ。こんな固定電話ですね。固定電話ですね。はい。なので、ホームページがしっかり作られてるかっていうのも結構ね大事なポイントで、しかもホームページも結構ね安いホームページといいホームページってパッと見たらなんとなく分かるんですけど、なんかチャチいホームページだとこれも注意ですね。あとはやはり患者さんの声っていうようなものが分からないようなところはダメだと思います。患者の声。はい。例えばホームページとかでも、やっぱりちゃんと直した結果っていうのは患者さんが喋ってるじゃないですか。例えば写真であったりとか患者さんのお声であったりとか、動画で撮っておられるようなところもあると思うんですけど、それがないのはちょっと怪しいですよね。ああ、確かに確かに。だからこの整骨院に来てこれだけ良くなりましたっていうのがホームページ上で見ても分かるような整骨院があった方がいいと思いますね。それとか待合室なんかにもある方がやっぱりいいと思います。基本的にはやっぱり信用って大事じゃないですか。信用ですもんね。信用を出せないっていうようなところは信用がないってことなので、入ってみてパーッと見て、あ、ここはいいかなとか悪いかなって言って判断材料にしてもらってもいいと思いますよ。結構その数が多いってことは、その先生とその患者さんとの関係性が構築できてる多分いいんですよ。なるほど。でこれ信頼関係なかったらもらえないですよ、基本的には。やっぱり患者さんもいや治ってないからいいですって断られちゃうと思いますね。なのでそれがたくさんあるってことは、先生との関係も多分仲いいし、ちゃんと改善できてる証拠なんで、多分結構それ大事かもしれないですね。もう絶対そうです。もう直してるから信頼が生まれて書いてもらえてるはずなんで。確かに。ぜひね、そんな感情、そんな感じですかね。あとはそうですね。っていう感じで、結構ね、いろいろありましたけども、僕がパッと聞いて思ったのは、やっぱ安いイコール、やっぱりあんまり良くないんだなっていうのはね、やっぱ確認でしたね。そうですね。安いのは注意が必要だと思います。安ければいいだけじゃなくて、ちょっとね、料金も上がってきますけども、いいね、技術っていうのはやっぱり安くはないので、ぜひその辺も今後参考にしてみてもらえたらと思います。ということで、今回ですね、整骨院を経営する堀先生に来てもらったんですけども、ぜひ皆さんもぜひ下の概要欄から今回は小顔矯正の闇、小顔矯正の闇はですね、堀先生のチャンネルの方でね僕が話してますので、ぜひそちらもぜひ見てみてください。面白いですよ。でまた、ぜひねグッドボタンそしてコメントの方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。整骨院と整体の違いって何なのっていう動画をね、全然違うんですよ。健康保険が使えるんですけども、何でもかんでも使えるっていうことではないんです。基本的な勉強はほぼありません。患者さんも間違ってくるんですよ。お尻を小さくしてもらえませんか。変なそんなことないんですよ。いや、そんなことないんですよね。よくねとかね。